皆さんこんにちは。フェイクナチュラル撲滅委員会広報部海外在住のヨウと申します。私はですね、アメリカでパーソナルトレーナーをやっておりまして、やっぱりボディビルディングの本場、アメリカ、ナチュラルの人、ギアとして使ってる人、それぞれいます。でも日本に比べてかなりオープンなコミュニケーションができるような状態になってます。なので、やっぱ一般人のステロイドに対する知識も高いし、どういうものかっていうものを日本の方よりも分かっているかなっていうふうに思いますね。それでもアメリカでも10代でステロイドを使い始めて、もう20代でちょっとソーシャルメディアからは姿を消してしまっているような人っていうのは本当に数多くいます。なので、このチャンネルでは最新のアメリカのステロイドに関する情報を正しく日本の若い世代のトレーニーたちにも届けていきたいなと思ってこういう動画を撮っています。今後ですね、ステロイドの種類ってすごくいっぱいあるんですよ。アナボリックステロイド、筋肉増強のステロイドもあれば、ボディコンポジションですね、体脂肪を減らすような薬物もあるんですね。で、それを一個一個副作用とか使用量とか使用方法とかそういうものを一個一個解説していこうかなっていうふうには思ってます。僕はアメリカでアナボリックステロイド、筋肉増強のドラッグについての専門的な研修講習を受けています。コースは終了しています。こちらがセティフィケーションです。なので正しい知識をしっかり届けていきたいなというふうに思っています。で、ちょっとこのステロイドに関してはシリーズ化として取っていこうかなというふうに思っているんですが、今日まず最初に、日本でなんか流行ってるステロイド外来というか、今お医者さんでもなんか体を大きくするためのステロイドを提供してくれるような外来が増えてる、クリニックさん増えてるって聞いて、おお、そこまで来たかっていうか、なんかそういうところまで来たんだな。それだけやっぱりフィットネス人口が増えて、競技人口、ボディビルとかフィジークとか、そういうものに本気で取り組む方が増えてきたのかなっていうふうに思いますね。で、ちょっと興味があったので、いくつかのお医者さんクリニックのホームページ見たんですけど、まあ、なんて言っていいかわからないんですが、そこに載ってたのが、テストステロンはなんかドーピングじゃないよみたいな。テストステロンっていうのはもともと体の中あるものだから別にそれを外から入れることに関してはそんなに悪いことじゃないよみたいな話をしてて、おお、そうきたのかみたいな。なるほどと思って。で、副作用に対しても私たちはちゃんとサポートするので安心してくださいみたいな。副作用がある。どう考えてもいいものじゃないよねって思うんですけど、なんか書き方が全然心配いらないみたいな風に書いてはいるんですけど、内容がどうなんだろうっていう感じだったんですね。ざっと挙げても、女性化乳房、抗がんの萎縮ですね。で、生殖機能の低下。だから精子の機能も落ちるし、今後、子供を作っていきたいとかって考えてる人からすると、かなりリスクになる副作用ですね。で、心臓病リスク、高血圧リスク、肝機能不全のリスク、円形脱毛症というか脱毛のリスク、ざっとパッと上げただけでこれぐらい出てくるんですよね、副作用って。で、それも僕らはプロなので、医者も海外で経験を積んだ専門家なので安心して受けてくださいっていうふうには言ってるんですが、これの副作用とかを見て怖いなって思わないんですかね。僕はすごくこれだけ聞いて筋肉がつくかもしれないけど、これだけのリスクがあるって聞いただけで僕は手を出したいとは思わないんですよね、一切。でもやっぱり需要があるからやっぱそういうビジネスが成り立つと思うので、それだけ増えてきているのかなっていうふうには思いましたね。で、今日は最初に一回そういう筋肉をつけるためのアナボリックステロイドを、使い始めると体にとってどういった変化が起こるのかっていうことを今日は一つだけ解説して終わりにしたいと思います。アナボリックステロイドっていうのは男性ホルモンです。これは僕らの体が自分の体の中で生成できているものです。で、そこに
外部からテストステロン、男性ホルモンを注射することによってどういった体の中で変化があるかっていうと、男性ホルモン、これは筋肉を作れよ、筋肉をつけろっていう、シグナル、サインみたいなものなんですね。だからこれが入ってくる、これが高いと筋肉をよりつけようっていう働きになるんですね、体が。で、当然この注射とかこの薬物を取ってるからベッドで横になってたりソファーでくつろいでて筋肉がもりもりついていくかというとそうじゃないです。トレーニングはしっかりやらないといけないです。トレーニングを併用してトレーニングを行いながらこの高いテストステロン状態を保つことによって、筋肉がよりついていく、筋肉をより作ろうと体が、反応してくれるので、使ってない時と比べるとやっぱり筋肉がつくスピードだったりそういうものに変化、体の反応に変化がこう現れてくるっていう状態になります。で、ここでちょっとイメージしやすいように例で例えると、日本ってお米の国じゃないですか。僕らお米、米農家さんがお米を、皆さん作ってます。日本全国で。で、日本人の人がこう賄える分だけの、お米を作って消費していました。で、ここに海外産、海外輸入の新しいお米が入ってきます。そうなってくると、どうなるかっていうと、海外産のお米、安いしいいよね。で、味も悪くないと。で、そうなってくると、日本の米農家いらなくなってくるんですよね。じゃあ日本の米農家潰してもいいんじゃないか。で、減反政策とかあったと思うんですけど、お米農家さんがどんどん減っていくんですよ。もう作らなくてもいいから。どんどん入ってくるんで。海外から。じゃあこれもう作んなくていいや。どんどん田んぼがなくなっていくんですよ。で、突然、じゃあこの輸入がストップしました。何かしらの問題があって、戦争だとか、外交の問題があって輸入がストップしました。米が海外から入ってきません、日本に。じゃあどうなるかっていうと、そうなった時に日本でもう田んぼがもう減ってるんですよ。自分でお米を作って、消費するっていうシステムがもう崩壊してるんですね、日本の中で。だから海外、体の外から入ってくるお米がなくなったら、自分で賄えるだけのお米を生産できなくなってしまってるんですよ。もう手遅れなんですよ。もう畑潰しちゃったんで、そんな輸入止まったんで、じゃあ今日からまた作ってくださいっても作れないんですよ。そんなに田んぼとか畑って一日そこらで耕してできるものじゃないんですね。土壌をやっぱり作るっていうのはすごく時間がかかるものなので、僕は田舎育ちなんで、もう子供の時なんか農作業とか田植えとか手伝ってたタイプなんで、大変さがすごくわかるんですけど、そういうことになります。じゃあなので薬物を摂取して薬物を摂取してるのを止めます。そうすると自分の中でテストステロンもう作れないんですよ。正常な数値まで全然もう作れなくなっちゃうんですよ。だとどうなるかっていうと、薬物を使い続けないとこの体を維持できなくなるんですよ。海外の暴露系 YouTuber というかフィットネスの暴露系 YouTuber でフェイクナチュラルかどうかっていうのをやってる YouTuber さんとかいらっしゃる、見たことあると思うんですけど、その人がよく言っている TRT っていう言葉が出てくると思うんですけど、これってテストステロンがもう自分で生成できないから、それを生成できるように外部からテストステロンを少し入れて生成するのを助けて、なんとか元の状態に戻そうよっていうような治療法なんですが、一度競技者レベルでドラッグ薬物を体に入れて使用してしまうと、もうやっぱり元の状態には戻れないんですね。自分でテストステロン、男性ホルモンを生成できなくなるんで、もうずっとこの薬物に依存していかなきゃいけない体になってしまいます。もうこれだけでもほとんどの人がやめよう、やっぱりダメだなって思うと思うんですが、やっぱりテストステロンとかトレンボロンとかいろんなアナボリックステロイドあるので、それぞれ若干違うんですよ。副作用の反応とか、使用頻度、使用量とかも違ってくるので、引き続きシリーズ化して一つ一つ薬物を細かく詳しく説明解説していこうと思うので、ぜひ
チャンネル登録と高評価の方いただければ、今後の自分の活動にも、励みになりますので、引き続きよろしくお願いします。